ワールドウォー2疑惑にようこそ。第二次世界大戦、混乱を極める戦場の真っ只中、兵士が倒れる。その瞬間、彼らの生死を分けたのは仲間による応急処置、そして目に見えない敵、つまり感染症との戦いでした。今回はですね、その最前線で行われた必死の救命活動、兵士自身が持っていた救命キットの中身、そして魔法の粉とも呼ばれたサルファ剤がどう命を救ったのか、その実態に迫っていこうと思います。まさに戦場の過酷な現実と、それを何とか覆そうとした医学の進歩の物語です。今回の内容、きっと楽しんでいただけるんじゃないかと思います。もしそう感じたら、ぜひ高評価をお願いします。それからこれからの探求を見逃さないためにも、チャンネル登録をポチッとしていただけると嬉しいです。まず基本的なところからお聞きしたいんですが、兵士が撃たれたり、爆発で怪我をしたりした場合ですね、最初に助けに来るのって誰だったんでしょうか。映画なんかだと衛生兵がメリックって駆けつけるイメージがありますけど、それが理想ではあるんですが、現実はもっと過酷だったんですね。放火が絶えず飛び交うような最前線では、衛生兵がすぐに駆けつけられるとは限らないわけです。ですから多くの場合、最初に手を差し伸べるのは負傷した兵士自身だったり、あるいは本当にすぐ隣で戦っている戦友だったりしたんです。自分か隣の人か。そうなんです。もう一刻を争う中で、専門家じゃない人がまず最初の対応をせざるを得なかった。それが現実だったんですね。ということは、その兵士自身や戦友にも何かできることがあったというか、そのための備えがあったということですか。まさにその通りなんです。そのためにですね、軍は兵士一人一人にごく基本的な応急処置キットというのを支給していました。その兵士が常に持っていたという救命キット、ファーストエイドパケットですね。かなりシンプルなものだったと聞きますが。見た目は非常にコンパクトです。中心となるのはまず滅菌済みの大きなガーゼパッドがついた分厚い包帯です。そしてもう一つ、これが特に重要なんですが、白い粉末が入っていました。これがサルファニルアミド、いわゆるサルファ剤の粉末です。サルファ剤。出血を圧迫して止める。その前にまずこのサルファ剤の粉末を傷口全体にためらわずに振りかけるようにと。目的はもうただ一つ、感染を防ぐこと。弾とか破片が体に入る入り口とか、貫通した場合の出口の傷、土壌の中にいる菌が傷口から体内に侵入して組織をどんどん壊して毒素を作り出す破傷風ガスエソ。非常に恐ろしい病気です。特に第一次世界大戦では戦闘そのもので亡くなる兵士ももちろん多かったんですが、その後の総称感染症で命を落とす兵士が後を絶たなかったんです。この粉末はそれらの細菌の増殖を抑えるためのいわば最初の砦、そう考えられていたわけですね。なるほど。単に傷を負う包帯だけじゃなくて、抗菌薬の粉末まで個人で持っていた。サルファ剤というのは人類が初めて手にした細菌感染症に対して有効な合成された化学療法薬でした。第二次世界大戦はこのサルファ剤が本格的に、そして非常に大規模に実戦投入された最初の戦争と言えるかもしれません。先ほどお話したように、負傷直後に粉末を傷口に直接使う局所投与、これがまず一つ。それに加えてもう一つ非常に重要な使い方がありました。それは経口投与、つまり飲み薬としてのサルファ剤です。兵士にはファーストエイドパケットとは別にサルファ剤の錠剤、スルファニルアミド錠とかですね、これも支給されていて、負傷した場合に感染予防として飲むように指示されていたんです。飲み薬も持っていたんですか。これは抗生物質がまだ一般的でなかった時代に標準装備として全軍に行き渡ったかなり画期的な感染予防策だったと言えますよね。当時の状況を考えるとかなり画期的な内容だったと言えますね。それからその後の処置としてはどんなことが推奨されていたんでしょう。次のステップとして非常に重要視されていたのが患部の固定と安静です。腕とか肩に重傷を負った場合、たとえ骨折しているかどうかがはっきりしなくても腹木、添え木ですね、これを当てて固定することが強く推奨されていました。なぜそこまで固定が重要だったんでしょう。それにはいくつかの理由がありまして、まず患部を動かさないことでさらなる内部組織の損傷とか出血を防ぐという目的があります。それから痛みとか衝撃、いわゆるショックですね、
これを軽減する効果も期待できます。そしてこれもまた重要なんですが、安静にすることで細菌が血流に乗って全身に広がるリスク、つまり敗血症のような重篤な状態になるのを少しでも遅らせるという狙いもあったんです。感染をコントロールするという観点からも固定は非常に理にかなっていたんですね。なるほど。安静と固定がその後の感染対策にもつながっていたわけですね。まさにその通りなんです。そうした兵士自身や仲間による必死の応急処置があったわけですけど、その後彼らはどうなったんでしょう。個々の兵士による応急処置というのはあくまでも時間稼ぎであり、生存の可能性を高めるための第一歩に過ぎません。そこからは軍の組織的な医療システムへとつながれていくわけです。まず最前線には中隊衛生兵というのがいて、彼らが応急処置を施して負傷兵を集めます。次に各歩兵大隊にはベタリオンエイドステーションと呼ばれる施設が設置されていて、ここには軍医がいて基本的な外科処置とか蘇生を行いました。ただここはあくまで前線に近い応急処置施設なので、より本格的な治療が必要な負傷兵はさらに後方の集結所とか治療所といった施設に搬送されます。これらの施設では輸血とかもう少し複雑な外科処置が可能でした。そして最終的にはさらに後方にある高層病院や野戦病院、もっと行くと本国の総合病院へと送られる、そういう段階的な構想システムが構築されていたんです。前線から後方へ段階的に医療レベルを上げていく体制があったってことですね。兵士個々が持っていた小さな応急処置キットから始まって、軍全体の医療搬送システム、そして何より感染症という強敵に立ち向かった魔法の粉サルファ剤では、その具体的にどれくらいの兵士の命を救ったんでしょうか。その劇的な効果については多くの証言とか記録が残っています。最も重要な事実として挙げられるのは、第一次世界大戦と比べて第二次世界大戦では総称感染による死亡率もう劇的に低下したということです。この変化をもたらした要因はもちろん一つではありません。外科処置の進歩とか輸血とかいろいろありますが、サルファ剤の広範な導入がその最大の貢献者の一つであったことは当時の軍医たちの報告なんかからも明らかです。前線での局所使用と経口投与はまさに感染症との戦いにおけるゲームチェンジャーだったと言えるでしょうね。魔法の粉という呼び名も決して大げさではなかったのかもしれません。なるほど。そしてサルファ剤と並んで第二次大戦中の医療を語る上でやっぱり欠かせないのがペニシリンですよね。はい、おっしゃる通り、ペニシリンの登場もまた戦争中の医学における非常に大きな出来事でした。ただペニシリンが実用化されて前線で広く利用可能になったのは戦争の後半、だいたい1943年以降のことなんです。ペニシリンはじゃあどういう役割を果たしたんですか。サルファ剤との違いというか。ペニシリンはですね、サルファ剤とは違う仕組みで細菌に作用して、サルファ剤が効きにくい、あるいは全く効かない種類の細菌、例えばブドウ球菌とか連鎖球菌とかですね、そういうものに対しても強力な殺菌効果を発揮しました。それからサルファ剤よりも効果が強力で副作用も比較的少ないという利点もありましたね。うわー、それはすごいですね。この2つの抗菌薬が外科手術の技術の進歩とか輸血体制の整備、ショックに対する治療法の改善といった他の要素と組み合わさることで第二次世界大戦における戦傷者の減少に本当に計り知れない貢献をしたと言えるでしょうね。本当に小さなパケットに入っていた白い粉が多くの兵士にとって文字通りの希望だったんだなと改めて感じます。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の内容面白いな、もっと他のことも知りたいなと感じていただけたらぜひ最新の探求をお見逃しないようにチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回新たな知識の探求でお会いしましょう。